ヤサスアテナイの皆さん、さあ美味しいイタリアンをいただいたところで、続きは日本語教育能力検定試験完全攻略ガイド第5版の販売に絡めまして、言語教育のお話をしていきたいと思います。で、言語と心理という分野から一つ用語、キーワードを選んで試験に出るかもしれませんし、語学教師をする上で必要な素養だと思いますので、そのお話をしていこうと思います。で、今回のテーマは言語転移というものです。で、転移というと英語でトランスファーというものの、和訳なんですね。で、言語習得の世界で転移というと母語が学習言語に与える影響のことを言います。で、例えば日本語が母語の人が英語を学ぶとしますね。で、日本語のカタカナ発音が邪魔をして英語の発音ができなくなる。これも転移です。で、日本語の語彙の中に英語から入ってきた言葉がたくさんありますよね。インターネットとかインフォメーションとか何でもいいです。で、それが助けてくれることもあります。これも転移なんですね。で、これも無意識に自然に起こってしまうものなんですけども、分類がありまして、言語習得を助けてくれる方です。これを正の転移、正しい転移と書いて、もともとこれポジティブトランスファーというところからの訳なんですね。で、反対に邪魔をする方です。邪魔をする方を負の転移、これネガティブトランスファーとも言うんですけども、というふうに分類します。で、こっちの負の転移の方は母語干渉ということもあります。つまり母語が干渉してくるんですね。で、ここから日本語教育と絡めていきたいと思うんですが、よく私が受ける質問で、日本語の習得は難しいですかと聞かれることがあります。で、これ皆さんどうお答えになりますか？で、この今日の文脈から言うと、答えとしてはあなたの母語によります、もしくはあなたの習得済みの言語によりますになると思うんですね。例えば、韓国語が母語の人だとしましょうか。彼らにとって日本語を習得するときに、まず文法は楽なはずです。同じ語順ですね。主語 S があって、で目的語 O があって、で最後に動詞 V が来る SOV の語順が同じなので、母語が邪魔することはあまりなさそうです。で、次に文字はどうでしょうか。漢字を学んできた世代の人にとっては漢字の習得はそこまで苦ではないと。あとはひらがなカタカナ学べばいいということになります。じゃあ発音はどうでしょうか。韓国語と同じ音はそのまま出せばいいですけども、韓国語にない音ですね。ここは苦労するであろうと。練習しないといけない。こういう考え方になります。ちょっと例を変えましょうか。次に中国語が母語の人が日本語を学ぶとしましょう。文法で苦労するかもしれませんね。語順が SVO なんですね。主語の次に動詞が来る。英語と同じ語順です。なのでどうしても母語の語順が干渉して、間違った文を作ってしまうかもしれないわけです。ただし文字の面で見ると、漢字が字体がちょっと違いますけども、大体意味がわかると。で、音読みも似た音が多いので助けになると。あとは訓読みとかなさえ習得してしまえばいいということになりますね。で、発音はと言いますと、中国語は成長言語という言い方をするんですが、日本語のアクセント形式とだいぶ違いますので、そこは練習が必要ということになります。だんだん要領を、得てこられたと思うんですが、最後に英語で例を出しましょうか。英語が母語の人にとって文法は語順が違いますね。で、文字もアルファベットだから違います。で、発音も違うものが多い。で、英語は強弱のアクセントなので、日本語は高い低い高低のアクセントなので、その辺が違う。だから、時間がかかるでしょうという言い方になります。で、この辺の母語と目標言語を比較する、対象するという言い方をするんですが、この対象分析っていう枠組みがだいたい1950年ぐらいからありまして、これ第二言語習得研究のパラダイムが時代ごとにあるんですが、それの最初のお話なんですね。
で、この次の動画なんかも使いまして、この第二言語習得研究の3つのパラダイムを順番にお話ししていこうと思います。今回はこの最初の、対象分析研究というところから入っていこうと思います。では次回もお楽しみになさってください。今日はこの辺でアディオー。